こんにちは、オートウエストエンドです。今回は車を持ち上げるカースロープという工具を紹介します。実はね、僕これ使い方を間違えまして前に壊したことがあります。それ動画に撮ったんですが、もうね情けなすぎてだいぶへこんでいたんですが、新しく買い足しました。こんな感じで車を持ち上げることができるので大変便利なんですが、使い方を間違えますとこんな感じで壊れてしまいます。前にね作った動画なんですが、ちょっとご覧ください。はい、無残な感じで壊してしまいましたが、今回購入したのは前回とはまた違うメーカーのものでした。たまたまこちらの方が安く売っていたので、基本的なスペックは似たり寄ったりな感じです。今僕の住んでいるバンクーバーの車用品店で安売りをしていて、だいたい日本円で5000円ぐらいでしょうか。そのくらいで購入することができました。ちょっとね開けていきたいと思いますが、こんな感じで、はい、4本太い溝が出っ張りがありまして、そこの上に滑り止めがついている。そして側面を見ますとステッカーが貼ってあって、いろいろね注意事項が書いてあります。前回使った壊してしまったものに比べるとちょっと硬い感じがします。プラスチックの材質が硬めといいますか、ずっしり感があるように感じました。前回はもうちょっと同じプラスチックですが、なんて言うんでしょうね、ゴムみたいなそんな感触はあったんですが、今回はもうカッチカチのようなプラスチックの表面の感触でした。ちょうどこの上の部分が平らになっていて、ストッパーが一番最後についています。ちょうどこの坂から平らになるところにちょっとだけ出っ張りがあるので、そこで車を運転している登る時に感じることができれば、前回のね壊してしまったようなことはないと思うんですが、何にせよゆっくり登れば大丈夫だということです。そしてこの底のパッド、ゴムのパッドのようなものが入り口部分に3つ、そして一番最後の部分ですねに3つそれぞれついていました。このスロープを地面に置いた時に車に乗り上げる、車でタイヤがこのスロープに乗り上げるタイミングでこのスロープが前にグッと行ってしまうと危ないので、滑り止めということでついております。ちょっとこのデザインがね意外とかっこいいので、ちょっとアディダスを彷彿とさせるような赤い3本のラインが入っておりますが、大事に使っていきたいと思います。そしてこのスロープを使う時にはこういった輪止めですね、後輪の方に差し込んで、前輪がこのカースロープに乗り上げた時に後ろに下がらないように使用します。こうすることで、作業中に車がね不意に万が一動いてしまってもその輪止めで支えるという、念には念をということで使用することをお勧めします。それではカースロープを設置していきたいと思います。こういった感じで前輪の前にちょうどタイヤをまずまっすぐにしまして、その直線上に直進してまっすぐ上に上がってくれるようにセットします。これがね実は簡単なようで難しくて、ちょっとやってみますね。このセットしましたらそのまま乗り込みまして、で運転席の窓を開けて下げて、そしてそこからちょっとね見ながらゆっくりゆっくり登っていくのがいいと思います。特に一人で作業するときは全くね見えないので、どこまで進んだかというところ、それが結構重要になってきます。僕はもう結構最初前回壊してしまった時にはもう結構なスピードで行ってしまって、運転している感覚としてはそこまで進んでるっていう感覚ではなかったんですが、実際に前回の動画を見てみるとスロープになってちょうど一番上の部分、平らなところに来た感覚が自分の運転をしている感覚として伝わらなくて、そのまま乗り越えてしまったと。本当にゆっくり登らないとちょうど上に来た時の感覚つかむの難しかったです。
はい、そしてこんな感じで上まで登って、やっと正しい方法で登ることができました。本当はね、こういった動画をね、前回壊してしまった時に撮りたかったんですが、壊してしまって夢叶わず。この前輪を乗せた状態で後輪には輪止めをかけていきます。こうすることで後ろにねロールしてしまうのを防ぐことができ、さらに安全に作業することができます。ところでお気づきになった方もいらっしゃるかと思いますが、このスロープに僕ちゃんとまっすぐ乗せたつもりですがずれていました。結構難しいんですよね。本当にちょうどタイヤの正面センターに置いたつもりだったんですが、こう上げていくタイミングなんでしょうか、置き方がちょっとずれて悪かったのか、こう見てみるとちょっとタイヤがはみ出ているのが見えると思います。この誤差はね、何回か練習してやらないとうまくならないのかな、癖もあるんですかね、このタイヤとこのスロープとの。ちょっとここは自分でもいろいろ練習してちゃんとセンターで捉えられるようにしたいと思います。そしてこのリフトアップする前と後のどのくらいの変化があるのかを見ていきたいと思います。リフトアップする前ですね、もうここはね SUV といえども下に潜ることはできない、そんな感じです。20センチとか21センチ下から間があります。そして乗せた後は40センチほどですかね。このスロープ自体が17センチでしたので、今横から測っていますが、だいたい17センチ、20センチぐらい上がるような感じになります。なのでこれだと下に潜ってオイル交換とかそういった作業がしやすいです。これはリフトアップする前ですね。下が運転席の下あたりで22、3センチといったところでしょうか。これもこのまま下にね潜るっていうのは厳しいと思いますが、リフトアップをすると40センチいかない35、6センチとかですかね、一番低いところで言いますと。なのでこれだと下に潜って作業することができます。ただね、やっぱり後ろの輪止めとかかけとかないと危ないので、横から入るときはさらに細心の注意が必要になります。こういった作業上における安全に関しては、自分がね初心者であったとしても熟練者であったとしても、もう常に念には念を入れて安全には安全を重ねてやっていきたいと思います。そして今度は降りる時の映像ですね。降りる時はそのままハンドルは固定したままゆっくり降りればいいという感じです。特に難しいことはないですね。後ろの確認をちゃんとして、そして輪止めもねしっかり外してから下がります。やっと今回このカースロープの紹介動画無事に撮ることができてほっとしています。とはいえね、この登る作業一回ミスをしていますので、ちゃんとねうまくできるように何回か練習していきたいと思います。はい、再度のチャレンジですが、本当にもうゆっくりもう気をつけて、もうこれ以上ゆっくりいけないっていうぐらいで全然いいと思います。そうするとこの上の平らに来たところの感覚が手に伝わって体で感じることができますので、そこで止めると。あとこのね運転席から顔を出してタイヤの位置どこら辺に来たのかちゃんと顔を出せば見えますので、合わせて確認できればと思います。いやなんとかねコツをつかんだようでほっとしておりますが、またもう一回練習をしていきます。あと加えてこの車両全体ってあんまり僕の動画で出てるようで出てなかったですよね。いつもなんか修理箇所しか映してなかったので、たまにはこういう風に全体を映すのはいいのかなと、これからもなるべく映していきたいと思います。そしてここでいきなり通行人の助っ人おじさんが登場。いろいろ指示してね助けてくれました
ね、だからどこ直してんのとかね、とりあえず僕はね、これをちょっとどんな感じか試してみたかっただけなんだって言ったんですが、一応このおじさんもこのカースロープを使うことに対して、このね、僕も今乗った時点でちょっとずれていたので、このずれるのやっぱ危ないよねと言っていました。そしてジャックスタンド、ジャッキアップとジャック馬をねかけてやった方がやっぱ安全だよねとは言っていました。そうっちゃそうかもしれないですね。カースロープを使うとき、どんな工具を使うときもそうですが、そのね危険性リスクも考えながら安全に安全装置を取ってやっていくことが重要だと思います。パーキングブレーキもかけ忘れないように、そしてこのジャックスタンドと違って横方向に対しては強いと思いますので、それはねこのカースロープのメリットだとは思います。ちょっと見ますと車輪がちょっとねタイヤがずれているのが見えると思います。これもね本当にね自分はドセンターに置いたつもりなんですが、やっぱちょっとずれるという癖なんですかね、傾向がありました。はい、という感じで全体的にちょっとね引きで見てみたいと思います。これだけ上がれば結構快適にオイル交換作業することができます。こんな感じで結構ね遠くから見ても上がっているのが見えると思います。そして繰り返しになって申し訳ないんですが、ここにね輪止めもね忘れずにしていきます。自分の車が上がっている姿ね結構ねいいですよね、見応えあるなと思いながら撮っておりました。そしてもうそろそろ前の動画でもお伝えしましたが、オイル交換をしなければいけない時期に来ているので、近々またこのカースロープを使ってオイル交換をした動画もアップしていきたいと思います。ちなみにこのカースロープ結構ね万能な感じはしますが、もちろんこのオイル交換の場合はいいんですが、タイヤ交換はタイヤを外してしまうのでそもそもカースロープに乗れないですよね。なのでそういった場合はジャッキアップしなきゃいけないです。車をリフトアップさせるときに何も工具持っていないなという状況で何を買おうかと、そういったときにカースロープよりもフロアジャッキをとりあえずね買った方がいろんな作業に適用できると、思います。タイヤがついている状態で上げたい場合にはこっちの方がね僕としては気軽に上げれるので使うことが多いです。そして僕が壊してしまった以前のカースロープ重ねることできたんですが、これはできない仕様になっていました。ちょっとねそこは面倒だなっていうのはあります。ちょっとコンパクトにね持ち運びがしたかったので、毎回この段ボール箱に入れなければいけないのかなといった感じになってしまいました。はい、ということで新しく買った横から見たデザインいい感じで好きなんですが、カースロープのご紹介をしてきました。この動画が参考になったという方はいいねボタンを、そしてこういった工具の紹介動画また見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。